こんにちは。私の日本語ポッドキャストへようこそ。このチャンネルでは日常生活でよく使う日本語や日本の文化を紹介します。日本人の話す自然な日本語をたくさん聞いてください。この動画には字幕をつけていません。もし字幕をつけたいときは YouTube の設定ボタンを押してください。今回の話題は挑戦したいことです。挑戦する。挑戦するはこれまでやったことがないことをやってみることです。自分にとって簡単そうなことをするのは挑戦とは言わないです。これまでやったことがないことがあります。それは自分にとって難しそうだったり大変そうなことです。でもやってみます。うまくいくかどうかわからないし失敗するかもしれません。でもやってみます。こういう行動を挑戦すると言います。例文。私はいつも母に料理を作ってもらっている。だから料理をしたことがない。でも今年は料理に挑戦したい。人によっては料理をすることって簡単なことですが、この人にとっては料理をすることは難しい、大変なことです。この人は料理をしたことがありません。料理を作ることに挑戦したいと思っています。例文。桜カンパニーはカメラを製造している会社だが、化粧品の製造に挑戦している。製造する。製造するは作るという意味です。製造するは工場や会社やお店が商品を作るときに使う言葉です。フォーマルな言葉ですね。例文。ダンスを習いたいと思うんだけど、運動が苦手だからな。やってみたら？うちのおばあちゃんは60歳から社交ダンスを始めたよ。やりたいことは挑戦した方がいいよ。こんな風に使います。本題に戻ります。皆さんは何か挑戦したいことはありますか？これまでやったことがないけどやってみたいことはありますか？私は最近挑戦したいことがあります。私は最近一つ挑戦してみたいことができました。それは自分の服を作ることです。私はいつも服は店で買っています。でも私は服を作ってみようかなと思うようになりました。きっかけは最近私がよく見ている番組です。きっかけは何かを始めることになった原因のことです。原因はあることが起こった理由、あることが変化した理由という意味です。きっかけはよく会話で使います。例えば、2人が付き合い始めたきっかけは知人の紹介です。この店を知ったきっかけは何ですか？インスタグラムです。などのように使います。話を戻します。私が服を作ってみたいと思ったきっかけはイギリスのテレビ番組です。The Great British Sewing Bee という番組があるんですけど、日本ではソーイングビーという名前で放送されています。もしかしたら皆さんの中でこの番組を知っている方もいるかもしれないですね。ソーイングビーは
裁縫のコンテスト番組です。裁縫は布を切って針やミシンを使って服やバッグなどを作ることです。ソーイングビーは服を作るのが好きな人が集まって、その中から誰が一番裁縫が上手か競争する番組です。私の母と妹はこの番組をよく見ているらしいです。母は子供の頃から裁縫が大好きで、とても上手なんですよね。先生の資格も持っています。だからこの番組が好きみたいです。私は番組の名前は知っていたんですけど、見たことがありませんでした。でも最近たまたまこの番組を見るチャンスがありました。お母さんたちが見てるやつだと思って見てみたんですよね。面白いのかな、どうなのかなと思って見てみたんですけど、すごく面白かったです。服を作るのは大変だけど、番組の中で皆さんとても楽しそうに服を作ってるんですよね。これまで服を作るのは大変だと思っていたんですけど、楽しそうに服を作っているのを見ていいなって思ったんですよね。皆さん一枚の布から自由に素敵な服を作っていて、実は服を作るのは楽しいのかもしれないと思いました。そういう理由があって私は服作りに挑戦したいと思いました。なので今私はミシンが欲しいです。ミシンはいろんな種類があって、どれを買ったらいいかわかりません。ここ最近私は毎日ネットでミシンを調べてます。どれを買おうかなと迷っています。私はミシンを買ったら動きやすいズボンを作りたいと思っています。私はズボンを作ることに挑戦したいです。大変そうですけどね。うまく作れるかわからないですけど、もし失敗してもそれは経験になります。何事も失敗しないと上手になりません。なので失敗してもいいので服を作ってみたいと思います。挑戦するというのは自分にとって難しいことをやってみることですが、私は若い頃はあまり挑戦することをしませんでした。失敗するのが嫌だなと思ったり、どうせ自分にはできないと思ってしまったからです。失敗することは恥ずかしいとも思っていました。そんなことはないんですけどね。でもそう思っていました。なのでいつも挑戦することをやめては後悔していました。でもある時からそれは良くないなと思い始めました。何がきっかけでそう思ったか忘れちゃったんですけどその考えは良くないなと思うようになりました。それからは気になったことはなるべく挑戦するようにしています。皆さんは何か挑戦したいことはありますか？ぜひコメントで教えてください。ということで今回はここまでにします。最後まで聞いてくださってありがとうございました。コメントやチャンネル登録をしてくださると励みになります。それでは今日も良い一日をお過ごしください。